おはようございます。文具が好きすぎて、普段持ち歩くカバンの総重量が10キロを超えました。どうかしています。阿部義俊です。ですね、というわけで僕が、文房具にとか筆記具に興味を持ち始めたのが2023年の2月の多分ね下旬ぐらいだと思うんですよね。今6月の下旬なんでだいたい4ヶ月ぐらい経ちました。で、最初はシャーペンちょっといいの買おうかなで調べてカベコっていうところのシャーペンがなんか人気らしいぞみたいなちょっと買ってみるかあたりでから始まってなんかそこから万年筆に行ってしまってで手帳に興味を持ち始めてで最初はあまり興味がなかったはずのボールペンまで、揃い始めて現在に至るというところなんですけど、普段持ち歩くその筆箱ももういろいろ持って歩きたい、ちょっと使ってみたいペンみたいなものをぎっちり詰めてるんでパンパンでもう一つちょっと喫茶店に行くように大きなカバンがあってそっちの方には英語サイズのちょっと大きめの手帳とこのでかい3段の筆箱を持ち歩いていてでそっち側には時々話に出てくる呉竹のそのモノクロの筆ペンみたいなやつと水彩絵の具セットとなんかモバイルプリンターとか、そういうわけのわかんないものをいろいろ入れた結果メインのカバンが多分4キロか5キロかぐらいでサブのカバンが、多分7キロを超えてましたね。でそれを持ち歩いていてちょっと自分どうかしてるんじゃないかということにハッと気がついたんで筆箱の中身紹介みたいなことをちょっとやってみようかなと、多分新しい何かを買うたびにこのメンバーが変わっていくんで、定期的にこれをやると自分のその趣味の変遷みたいなものが分かって後で自分で見返しても面白いと思うので定期的にやろうと思っています。なのでこっちのちっちゃいのが自分が普段持ち歩くそのショルダーバッグの中に入れる、このセットでもうちょっと何か喫茶店に行って書き物をするぞとかもうやること決まっている時に持ち歩くでかい重たいカバンの方に入っているのがこの同じリヒトラブだっけななんか、の筆箱の3段組のやつです。なんかかっこいいガレンレザーだっけ革のペンケースとかも興味あるんだけどたくさん入れたすぎて12本入りとかちょっと足りないっていうね恐ろしい、状態になってましてとりあえず広げてってみますか。最初は無造作に持ち歩いていたんですけどそのうち傷が気になりだして、ちょっとビロード地みたいな、布製のペンケースに、それぞれのペンを保護しながらかつ筆箱に入れて持ち歩いていますと。端っこからいくか。まずおおむね万年筆なんですけどこれはオスプレイというメーカーのそのマディソンよく僕の動画の中で話題に出てくるペン先が G ペンになっていて非常に細い線が引けるで同時に筆圧をかけると太い線が引けてG ペンってその漫画用なんで絵を描くのに多分最も適したペンの一つです。自分の主力のペンの一つですね。でいつの間にか増えている、これはパイロットのカスタム912だっけなどっちだっけなカスタムヘリテージってやつだっけなっていうの細かい名前を忘れてるあたりでちょっとなんか失礼ですけどパイロットのペン先が PO ポスティングっていうタイプでちょっとクッってなってるんですよ。それで、細い線でピンポイントに小さな文字が書けるっていうそのやつでこれも興味があって買ってみてこれもかなり気に入っていてやはり的確に細い線が引けて、小さい文字が書きやすい。僕はだから小さい文字とか細い線を引くのが好きというかそっちに興味があるんでこれは買って非常に良かった万年筆の一つですね。主力なんでここはどこも買って良かったやつなんですけどこれはまたオスプレイのこれはマディソンだけどペン先が G ペン2部じゃなくて EEF エクストラファインっていうその超極細2部というやつですね。なんか指先にいつの間にかインクがついていてこれどこでつけたんだろうな。いいやこれも非常に細い線が引けるので持っています。ただエクストラファインって言ってるけど日本の極細と同じぐらいなのでオスプレイのペン今ここに3本入ってるんで1本落として違うのと入れ替えるとしたらこいつが今多分落ちて違うのと入れ替えることになるだろうっていう今ボーダーライン上の1本ですね。だからその細字って言ってるけどそこまでではないっていうその細字だけど日本の細いやつとそんなに変わんないっていうことで違うのと入れ替えちゃうかもしれないです。これまた、オスプレイのマディソンでペン先がウルトラフレックスですね。これはだからその G ペンにちょっと近くて筆圧をグッとかけると、太い線が引けて細い線も引けるというタイプのもので G ペンよりは万年筆っぽいその滑らかな書き味で G ペンはかなりガリガリした書き味なんで
そのあたりで、結局だからここの辺はもうひたすら細いペンを追求したやつが、あとなんか筆圧の強弱がつきやすいみたいな絵を描く道具としてのペンが主に入っているところですね。これは、プラチナ万年筆のセンチュリー3776の UEF ウルトラエクストラファインですね。超極細というやつで、これが多分普通に線を引けば、僕が持ってる、万年筆の中で一番細い線が引ける、1、2を争うペン先の万年筆です。10年ぐらい前に一度なんかその細い線が引けるペンブームみたいなのが来た時にいろいろ探して、これが一番細いらしいぞっていうのをネットで、見つけて買って、でかなりその頃はだからその万年筆の、結構な値段のペンだったのに、なんかその扱い方とかが全然分かってなくて、今も分かってないですけど、当時はひどくて、本当に無造作に扱っていった結果、結構傷だらけなんですよね。なんかもうちょっとちゃんと使ってあげればよかったです。でも無造作な扱いだったり、そのインクを入れたまんま何年も放置しちゃったりした割に、全く劣化せずにペン先とか今も普通にかけていて、プラチナというか日本のメーカーは優秀だなと思いますね。こいつは、さっきのとデザインが一緒ですけど、パイロットのカスタム、頭がこの平らなタイプはカスタム912かな、銀だし、これは SEF 極細軟字タイプのエラボーというやつで、いわゆる日本製のフレックスニブみたいなもので、筆圧をかけるとペンの、切り割りが大きく開いてちょっと太めの線が引けるというもので、同じくこのフレックスタイプのペン先としてはフォルカンというタイプがあって、僕はフォルカンも実は買っていて、でもフォルカンは非常にふわふわとその強弱の強くつく書き味だったんだけど、何分その細い方の線が引けなくて、やや太いからかなり太いみたいな感じだったんですね。それでちょっと自分には合わなくて使わなくなってしまいました。こっちのエラボーは、割と細いから太いぐらいまでの線が引けて、なのでウルトラフレックスとかと同じような感じで使っています。やっぱり日本の万年筆、非常に安定してて、結局使ってるとなんかいいんですよね。なんかもうちょっとこうデザインに遊びみたいなものがあるモデルが増えるといいなと思うんですけど、見た目的にはだからすごく地味なシックなものなので。でさらにこっちに行くと、よいしょ、これはだから最初にシャーペンに興味が出た時に、買ってみたカベコスペシャルという、シャーペンですね。0.5 買おうかなと思ったんだけど、ちょっと変わり種がいいかなと思って 0.9 を買ってみました。だからラフを切ったりするときに、ざっくり書くときに使う、ものとして、買ってみました。ただ書き味がなんかそうは言ってもシャーペンなんてそんな変わんないでしょと思って買ってみたんだけど、確かに重量バランスなのか合成の高さなのか使いやすいんですよ。なのでいつか 0.5 とかメインで使う、もっとメインで使うタイプのやつも欲しいなと思い始めていたりします。何か限定カラーとか、あるいは真鍮製のやつとかね、なんかそういうのでなんかそれこそ、なんかいいことがあった時にちょっと買おうかなと迷ってるところです。でこれはこの間動画1本作ったアントーというボールペンで、こいつは面白いところは、中に万力みたいに中のリフィルをこう固定するので、リフィルの形を問わない、どのメーカーのどういうリフィルでも大抵のやつは入ってくれるという、ところが非常に面白い。でこの金属のなんか武骨な触り心地とかいろんなところで非常に特徴的な、ボールペンで、やはり非常に、気に入って使っている。デザインもそうだな、非常にいいと思います。で動画の方でも説明した時に言いましたけど、唯一の欠点はこのキャップが八角形なんだけど留め具が三角形になってるんで、適当にやるとずれるんですよね。キャップがずれても全然問題ないんだけど、でもせっかくのデザインだからピタッといきたいじゃないですか。これがずれて入るとなんかこうUSB の古い USB の上下を間違えてはまらないみたいな時のような気持ち悪さを感じるので、自分はなんか運が悪いのか大体外すんですよね。よしこうだ。それ以外は割と文句なしの、すごく面白いボールペンです。これでリフィル遊びがめちゃくちゃはかどりました。どんどんいきましょう。そうだ、これインク切れてるんだ。足さなきゃ。FPR というなんか中国系っていう紹介をどこかでされてるのを聞いたけど、多分アメリカの会社だと思うんですけど、その FPR 社のウルトラフレックスです。これまただからフレックスなんで筆圧で、割と強弱がつきやすいというタイプの、万年筆ですね。
でここからは最近、自分の割とドハマりしているモンブランで、これは、何度も話に出てきている自分が大学受かった時に、お祝いでいただいた30年ぐらい前のそのモンブランで、クラシックだと思います。145っていうタイプかな。で地幅がかなり太いんで、もらった時もちょっと使い方が分からずほったらかしになっていて、で、最近万年筆に興味が出た後も太字の万年筆が自分としてはあんま使いどころがなくて、結局宝の持ち腐れになっていたんですけど、オイスターグレーっていうグレーのモンブランのインクを入れたら、太いんだけど小さな文字が書きやすかったり、ちょっとした濃淡で線がだから2本重なってる部分が濃くなって、そうじゃないとこがすごく薄くなってみたいな、非常にいいインクの濃淡の出方をするおかげで、太字なんだけど使い勝手がすごいいいんですよ。でこのオイスターグレーが今廃盤になってしまったみたいで、ちょっと困ってるとこですけど、こいつは、太字だけどそのオイスターグレーというインクを入れて今割と活躍しているモンブランの万年筆です。でこいつがよいしょ、同じくモンブランのクラシックの、全金のペン先なんで、多分、91年よりも古いモデルだと思いますが、僕はまだあまりちょっとモンブラン詳しくないんで勉強します。わからないまま興味の赴くままに買ってしまっていて、ちょっと恥ずかしいんですけど、これは EF の2部で中古で買って、ペン芯がちょっと右に寄った状態じゃないときちんとインクのフローしないとか、やっぱり中古なんでかなり癖のある、モデルで、今必死にいろいろペン先を調整したりして書き味のいい状態を自分で作り出そうとしているところで、苦労した分愛着があって、今一番使ってるのはこれかもしれないですね。毎朝ちょっと手帳に今日の予定みたいなのを書き込むときに、まずこれで朝起きてちょっと書き込むみたいなことが今の朝のルーチンになっています。コンパクトで非常に中古で買って癖があるにもかかわらず非常に気に入っているモデルです。でこいつはこっちの絵を描くモデルの方のこっち側の枠に入れた方がいいかな。ここにがいつの間にか定位置になっちゃってるけど、インディーグラフという、万年筆です。こいつも動画でちょっと説明したと思いますけど、非常に独特なそれこそ僕が一番求めているドローイング専用というかドローイング向けの、万年筆で、この金属のこの工作精度の高さとか、顔料系のインクを入れて、要するに水彩絵の具の下絵みたいなものに使えるように、顔料系のインクが使えるように作られたペン先で、顔料系のインクは乾くと中で固まってしまってインク詰まりを起こしやすいんですけど、それを回避するためにこの先端部分に、水を入れて、薄いフィルムから常に水がじわーっとにじみ出していて、このキャップの中の湿度を、いい状態に保ってペン先が乾かないという、仕組みを持っていて、これは多分今自分の中で一番気に入ってる万年筆、絵を描く目的にも合っているし、いい万年筆を見つけたという感じですね。これはもともとは自分が万年筆に興味を持つきっかけになった、エモチャンネルさんという YouTube の動画のチャンネルの中で紹介されていて興味を持って買ったもので、なのでエモチャンネルさんには非常に感謝しておりますと。インディーグラフですね。でこいつが買ったんだけどまだ紹介の動画を撮っていない。じゃじゃん。非常に綺麗ですよね。スーベレーンの、一番有名な緑のカラーの、M400 ですね。金のクリップと銀のクリップ、405だと銀のクリップ、銀というかシルバーのクリップになるんですけど、自分は金の方が好きで、おおむね、金のモデルを両方あるときは選んだりしてるんですけど、それはそれとして、これもやっぱり中古で買いました。なので新品買ったらもしかすると書き味は違うのかもしれないですけど、やはり噂通り、割と滑らかに安定して書けて、これは多分かなり当たりの中古でかなり値段安かったんですけど、書きやすくて当たりのモデルじゃないかなと思います。インクのフローが割といいので、同じ例えば EF の海外の、万年筆でいうと、さっきのモンブランの EF と比べるとこっちの方が線は一段太いです。なので僕としてはなんとかこれであとちょっと細く書ける方法はないものかと思って、さっきのモンブランの太字をオイスターグレーで使うと線幅が太いんだけど利用範囲が広がっていいよみたいなことが分かってきたんで、こいつも今多分ペリカンの
それこそ純正のブラックを入れてると思うんだけど、ちょっと何かグレー系のインクを探してきて、それこそペリカンの出しているグレー系のインクを探してみてもいいかなと思うんですけど、ちょっと薄い色にして試してみようかなと思っています。これをなんで買ったのかっていうと、こうして文房具に興味を持ってきたんで、文房具系の題材のなんかその漫画というか同人誌を作ろうと思っていて、それまで今カメラ系のその漫画として飛び込め沼っていう漫画をずっと描いていて、ちょっとそこに文具好きのキャラクターを登場させて、こういう文具をきれいに写真に撮るみたいな題材でお話を展開させていこうかなと思っているところです。でその主人公、新しいその文具編の方の主人公というか主人公が3人になるわけですけど、カメラ編の方の、先輩と後輩くんの2人と、新しく出てくるその文具好きの女の子のキャラクターとで3人で多分物語が回っていくと思うんですけど、まだちゃんと眠きってないんでどう転がるか分かんないですけど、そっちの方の文具好きの女の子が持っているのがこのスーベレンの M400 っていう設定にしようという理由で、買いました。僕が買いたいからそういう設定をでっち上げたと言えなくもないんですけど、でこの辺はなんか子供がなんか手帳にシール貼りなよって言ってくれたキノコのシールとか、この間、コミティアとかで作った奥さんとやってる塊少女っていう物語とも何とも言えないけど、そこで作った、おまけのシールみたいなものがちょっとここに入っていたりして、でここで、もうどうかしてるけど、もし万年筆のインクの出が悪くなった時用の呼び水を常に持ち歩いていたり、ここに、トラベラーズノートの手帳の、クリップが入っていたり、折りたたみ式のハサミが入っていたり、それこそ絵を描くときにこれが主力に本当はなるんだけど、ピグマをおしゃれに使うピグマのカバーに入った 0.03 が入っていたり、油性1本持っておくといいかなと思ってマッキーが入っていたり、練り消しが入っていたり、折りたたみの定規が入っていたり、ここにこれもそうだ、レビューの動画を撮ってないよ。クルトガダイブを近所の文房具屋で今品薄でなかなか手に入らない中普通に売られていて、おおと思って全色ありますよみたいに言って、もう全色買ってやろうかと思ったけど緑を買いました。クルトガはね確かにいいけど、やっぱこれは文字を書く人のためのシャーペンかなと思いましたね。絵を描くときにそんなに芯がくるくる回ることが僕の中ではあまりそのプラスに働かなかったんで、これは、ステッドラーのヘキサゴナルという、シャーペンでカベコスペシャルをちょっと意識して言ったようなステッドラーの、ヘキサゴナルというモデルで、これは 0.5 です。カベコの 0.5 を買おうかなと思って迷ってた時に、でも 0.5 でちょっと違うやつを買おうと思って、ちょうどいくつかいいシャーペンの候補に上がっていて、なかなか品薄で買えなかったの中の一つですね。 S20 とかなんかね何本か買ってみたいシャーペンがあったんですよ。でこれは三鷹の有林堂で、やっぱりネットとかでは品薄で買えなかった頃に普通に売られていて、さすが有林堂って思いました。こいつはそうですね、この触り心地もこの見た目の雰囲気とちょっと違って、やや何かしっとりした感じがあるんですよね。もう傷がついて剥げてきてる、なんか傷がついて剥げやすいという噂は聞いていたんだけど、こいつこそカバーに入れないとダメか。しまった。カバーに入れるとね、どんどんね筆箱が太ってくるんですよ。でこれは僕が絵を描くときによく使う擦筆、鉛筆とかシャーペンで塗った鉛筆の色面をこれでこすって、こう滑らかな被覆力の高い、色面を作るときに使うやつです。こいつは、細い消しゴムですね。これでもね正直持ち歩いているんだけど、入れたっきり使ったことがないですね。そうなんだよな、なんか万年筆遊びとこの実務的なシャーペンとかってちょっとノリが違うんで分けようかな。まあいいかというのが今の自分のいわゆる一軍のメインの筆箱です。で、これが一番使っているその手帳のトラベラーズノートで、他にプロッターの M6 とか M5 とかがあるんですけど、でここに入ってるのがこの間もう落っことしちゃったって散々大騒ぎして、でも実はもう一個のカバンの中に普通に入っていたことでおなじみなら僕だけですね、というようないきさつで帰ってきたモンブランのボールペンで、これもさっきのモンブランの太字のクラシックと一緒にセットで大学の入学祝いでいただいた、だから30年前のモデルですね。
30年間やっぱりこれもちょっとほったらかしだったんですけど、全く何か劣化することなく、非常にこれもだからその万年筆が出せるような状態では僕は万年筆出すけど、大急ぎで何か書くとか、ちょっと書きたいだけみたいな時はこれを使っています。でこれを使うことでボールペンがだんだん好きになってきて、結局ボールペンをいろいろ買い合わせるというわけのわかんない状態になっています。というのが自分のメインの絶対にどこに行くにも持ち歩く財布とか iPhone とかメガネとか重要なものが全部入っている黒いカバンの中に入っている一群の筆箱と手帳でした。でこれがちょっともっとなんか書き物に行きたい、喫茶店に行きたいみたいな時に持ち歩くもうちょっとでかいカバンの方に入っているデカ筆箱ですね。どのぐらいこれ日本に分けた方がいいのかな。